YouTube とかラジオの質問で一番多いのが、やっぱりどういうもの使ってますかっていうね、質問結構多いんですよ。で、今日は月曜日午後の雑談です。ラジオ感覚で聞いてください。で、そういうやっぱこう、ものに対する結構質問が多くて、で、やっぱり動画でいろんなものを紹介していると、あれまだ使ってますかとか、どうなってますかとか、今最新の道具はどんな感じですかとか、今年の冬服どんな感じですかみたいな。やっぱりそういうのが結構多くて。でもやっぱその動画っていうのは結構そのタイムラグがやっぱりあるんですよね。で、時間差もあるし、で、同時にその一回話してしまったことがずっと残ってしまうと。で、いろんなどの YouTube でもそうですけど、多分何かその訪れた時に初めて見た動画が、もしかしたら1年前にアップされたものかもしれないし、2年前にアップされたものかもしれない。で、注意深く見てくださってる方は、これ2年前の動画だなっていうことを認識してくれて、で、もちろんそれが過去のものであるっていうこと。で、今自分はそういう道具を使っていないっていうこと。この人は、これ2年前の動画だから、これは今使っていないだろうな、みたいな、そういう予測ができる人も多いと思います。ただやっぱりそれが難しい場合もあって、で、余計に、僕はその毎日同じ服を着ていて、で、毎日同じ部屋で喋ってるんで、自分でもね、この動画がいつこれ撮影されたものなんだろうってわかんないんですよね。自分でもね、こいつ同じことやってんなって、ずっと。で、この部屋に来てもう2年ぐらい経つわけですけど、自分でもわかんなくなる。これがいつの自分なのか。で、ちょっとした差異はやっぱりあって、で、それは自分が着ている服が微妙に変わったりとか、あとは髪型がちょっと髪が伸びてたりとか、で、逆に髪をバッサリ切って短くなっていたりとか、なんかそういうところで大体の時系列みたいなのが、わかりはするんですけど、ただ確実にそれが自分で見たときに、いつの動画なのかっていうのを自分でも言い当てることができないんですよね。これは自分が悪いんですけど、結局。そういう風な同じような感じでしか撮ってないんで。うん。で、そういう中で、やっぱりそういう質問が結構多くて、ものに対する。で、なんかね、僕自身はやっぱり少ないもので今暮らしていて、70個に今、トータルになってましたね。改めて数えてみたら。で、今日ちょっとこの辺に、今帰ってきたばっかで、道具散らかってるんですけど、で、ちょっと前までは60個ぐらいで、ワンバッグに入るアイテムが60個っていう感じで、紹介していたんですけど、それが今70個になってるんですよ。だから、それでなんとなくこれまでは冗談でエクストリームミニマリストみたいな感じで名乗ってましたけど、70個って別にもうエクストリームでもないなって思うんですよね。だから、今の自分の状態っていうのは、むしろそのミニマリストっていうよりかは、エッセンシャリストっていうか、なんかそれがふと今日出てきたんですよ。エッセンシャリストっていう言葉が。で、このエッセンシャリストっていう言葉は、本質主義者みたいな感じで、ネイティブの方には多分捉えられるんですよね。なんかつまりその文化とか物事とかに本質があるっていう風な考え方をする人たち。だからちょっと哲学的な用語になるのかな。だからミニマリストとは全く関係ない。むしろ本質主義者でその物事に本質があるっていうことを考えることによって、それがちょっとラディカルに行き過ぎると、ステレオタイプを作ってしまったり、結構差別的な表現とか差別主義者とも繋がっていったりもすると思う。なのでそのエッセンシャリストっていうことを気軽に言いたくはないんですけど、言うべきではないと思ってるんですけど、便宜的にっていうか、なんかその自分自身が持っている道具が、軽くするとか、コンパクトにするとか、ワンバッグに入れるためのラインナップにするとか、なんかそういういろんな要素はあるんですけど、基本的には、やっぱりその道具で自分がどういうふうに楽に生きられて、そしてものづくりをできるか。
で、自分が作りたいものっていうのは結構やっぱその時々に変わっていて、で、これまでも本を書いたりとか、まあ今でもまあ書いてはいるんですけど、本書いたり写真撮ったり映像作ったり、で、最近では音楽作ったり、で、こう YouTube とかの発信も、まあ自分の一つの表現だとは思っていて、で、なんかそういうふうにまあ総合的にこう何かを作っている、生活することをそのままクリエイティブにするっていうか、作ることにつなげていくための道具みたいな、それをやるためにじゃあ最小限の道具で何ができるか、そういうことを考えていて、で、そういう意味で、自分が選んでいるものっていうのはやっぱりその本質的なものであるっていうこと。自分のその本質、何かその作るっていう本質を、それによってこう実行できるようなラインナップにしたいなっていう思いがあります。そういう意味でエッセンシャリスト。で、そのエッセンシャルっていうものを極めていくっていうか、ベーシックなものを極めていくっていう意味で、まあ極端にそこを追求するっていう意味で、それにちょっとエクストリームをつけてみたらどうなのかなって。まあこれはちょっと言葉遊び的なところはあるんで、まあ言ったところでどうかなっていうところはあるんですけど、なんか一つの自分の中でその言葉が今日ね、こう降りてきたんですよね。で、やっぱりその道具に関しての質問が結構多いので、持ち物リストを僕は作っていて、で、それをもう見てくださいっていうふうにしてます。で、これまで完全に、メンバーシップ用に閉じていたところではあるんですけど、で、今も、深掘り記事というか、自分がどのようにそのアイテムを選んだかとか、そのアイテムのレビューとかですね、使い心地とか、みたいなものは、メンバーシップの方で書いてるんですけど、ウェブサイトに持ってる一覧みたいなものをちょっとまとめてみました。で、まあちょっと実験的なところ、まあこれ自体がまず一つの自分のクリエイティブ、表現的なところではあるんですけど、自分の持ち物を普通そういうまとめたりしないじゃないですか。なんかそれをエッセンシャリストとして1ページにまとめてみようって思ったんですよね。で、それ自体が何かの自分がこういうものを使っているっていう自分自身を表すものであるし、それでじゃあいかに作れるかっていう、まあもちろん全然作れないかもしれないんですけど、なんかその世に問うって言ったらちょっと大げさですけど、そのものだけでどこまでいけるのかっていうか、どこまで生きていけるのか、どこまで作れるのかみたいなものを、これから自分自身が試していくための道具みたいな感じで、そこが一つありながら、ちょっとね、持ち物リストを作ってみましたっていうところです。で、同時に、そういう表現である。一つのリストを作ることが表現である。と同時に、それを、見た人が、自分が、時まりに少し興味を持ってくれた人が、何を使っているんだろうっていう時に、そこを見に行けば、そこに自分の最新の持ち物が並ぶっていう、そういうやり方でちょっとやっていきたいなと思ってます。なので、もしよかったら、概要欄に貼っておきますので、ちょっと新たに作ったページ見てみてください。だいたいどういうものを使っているか。で、今使っている70個のアイテムすべて掲載してます。で、これ単純にテキストの羅列で、一応リンクを使っていて、アフィリエイトリンクとブランドページへのリンクを貼ってるので、そのまま購入もできます。ただそれをどういうふうに選んだとか、どういう理由で使っているかとか、その本質的なところ、自分のそのエッセンシャルな部分っていうものは、詳しくはメンバーシップで購読していただくっていう風な流れにしてます。そういうやり方でちょっとやってみようかなと思います。ちょっとね、やっぱ光がある部屋がいいなって改めて思って、で、この間狭い部屋に対する偏愛を話したんですけど、その中であまりその重点的に自分が話さなかったことは、やっぱりその光。で、コメントに書いてくださった方もいて、で、僕もその光はやっぱり一番重要だと思っています。部屋の広さを決定づけるっていうところももちろんそうなんですけど、やっぱり自然光、光が人間の心理とかに影響するっていうのはものすごくあって、で、それは人によって違うと思います。育ってきた環境によって、もちろんその光がない環境でも全く問題なく過ごせる人はいると思うんですけど、僕はやっぱりその写真をやっているってこともあって、そのどういうふうに物が見えるかとか、どういうふうに物を捉えるかみたいなところを、やっぱり光の中で自然光の中で特に捉えて考えているところがあるので、光が重要。で、光があるだけで、光が入る部屋であるだけで、
なんかこう、ものづくりしようって思えるんですよね。だから、光が大事っていう、もうなんかそこに、最近改めて、ますます気づくようになってます。で、一度だけ、光が入りにくい部屋に住んだことがあるんですよね。で、それは結構ね、初期の頃、上京してすぐの頃です。で、そこは結構半地下の部屋で、結構謎な物件だったんですけど、コンクリートのちょっと古いデザイナーズマンションみたいなところで、半地下になってたんで、自分が1階だったんですよね。うん。1階なんですけど、階段を降りて、ちょっとこう下がったところに部屋があって、で、周りは結構、一応窓が一つだけあったんですけど、そこもこう、塀があってね、隣の家と干渉しないようにちょっと塀があって、なので、ほとんどその太陽光が入ってこない部屋でした。でも、日中はまあ、ちょっとそこからこう明るい感じが、ふっとね、光が入ってきて、で、なんか、野良猫かなんかが住み着いていて、結構猫が通るのが見えたりとかしてたんですけど、でもその時、ものすごく湿気もあって、で、なんかその、地下っていうのは地下っていうもので、結構美学っていうか、があるんですよね。というのもやっぱりその、東京のジャズ喫茶とか、なんかそういうこう古いバーとかっていうのは割とその地下にあるお店があったりして、なんかそういうところを思い出させる。うん。なんかその、東京の、なんかそういうこう、喫茶文化とか飲食文化みたいなものを結構地下っていう空間は、なんか時に匂わせることがあって、で、暖色系の電球をそこでも一発だけ入れて、こう、ジャズとかかけて、カレーとかを煮込んでいると、まるでそこが自分のこう、カフェなんじゃないかなっていう風な錯覚をするくらいの雰囲気はすごくいい部屋だったんですけど、とにかく湿気がすごい、半地下は。で、光が入らないので、やっぱり苦しくなってきます。その中で生活していると。外に求めましたね、その時は光を。で、全くその時は、物を作るってことをやっていませんでした。で、それはまあ自分が、アシスタント時代で修行中だったっていうところ、で、会社に、行って、で、家に帰ってくるっていう生活をしてたからっていうのはあるんですけど、ただその時もっと自然光が入る部屋であったら、なんか楽にその時生きることができたんじゃないかなって思ったりもしていて、だからそれからずっともう光を意識するようになって、自分の部屋を選んできましたね。決してこのホワイトボックスは光がさんさんと入ってくるわけではないです。ただ二面窓があって、で、夕暮れ時っていうのかな、まあ時間帯、季節によっては、光が入ってくる隙間があったりして、そういう隙間を狙って、そこでネスカフェを飲むっていうことをやっています。うん、今日は、もうコーヒー朝2回飲んじゃってるんで、水なんですけどね、帰ってるのはね。うん、そろそろ日も暮れるでしょう。そしてこの動画も終わるでしょう。だいぶ話しているでしょう。適当なことを、つまらないことを。そろそろ終わりにしたいと思います。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは皆様も良い月曜日をお過ごしください。チャオチャオ。